皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は腰回りの浮き輪肉や下腹のぽっこり、さらには太くなってしまった足まで細くするストレッチをご紹介していきます。というのも先日の動画でお話をしましたが、幼少期にハイハイをする期間が短かった方や早い段階で立ち上がって歩いていた、または歩行器を使って生活をしていたっていう方というのは、体幹や股関節の筋肉が弱くなっていますから、そのまま小学生中学生になった時、まっすぐ立ってるつもりがなんかぐにゃぐにゃしてるなっていう子いたりしましたよね。ああいう状態になっていたんです。その結果、授業を集中して受けることもできなくなってしまって、学力低下にもつながったり、その歪みを放置したまま大人になってしまった方というのは、歪んでしまって一部の関節にかかった負担が膝や股関節や腰の痛みにつながったり、筋肉の使い方にアンバランスがありますから、変に足のラインが太くなったり、使えてない部分に脂肪が蓄積をしたり、様々な弊害が出てきますから、必ず改善をした方がいいですというお話でしたが、それに対してたくさんコメントやご質問をいただきました。自分自身は、私は小さい頃ハイハイの期間が短かったんですけど、大人になってからでも改善することはできますか？うちの子供はもう5歳6歳になってるんですけど、そこからでもハイハイとかたくさんしたら改善することはできますか？というふうにね、いろんなご質問とご心配のお声をいただきました。でこれについて今日はね、解説していこうと思うんですが、まず結論からお話をすると、何歳からでも改善することができます。ただしこれには条件があって、ちゃんと体の知識を理解した上でエクササイズをしないと逆効果になってしまうことめちゃくちゃ多いですから、今日は必ず理論をしっかり理解した上でストレッチを行うようにしてください。小さなお子さんからご高齢の方まで、どんな方でもやっていただけます。できる範囲で一緒に頑張りましょう。まず大切になってくるポイントとしては、幼少期の発育発達のメカニズムです。というのも、全人類が生まれた瞬間にする運動というのがあります。それが呼吸、そして泣くという行動です。これは発育発達の中で一番最初のステップになるんですが、まず泣くことによって横隔膜や腹筋部分、体幹部の筋肉が実は強化されているんです。ですから小さい時はたくさん泣いたりたくさん喋っている子の方が体幹部が鍛えられていますから、どんどん話しかけたりとかね、泣くようなことはさせてあげてください。そして次の段階としては、寝転んだ状態で手足をバタバタさせますね。僕たち大人もトレーニングをするときに手足を上げたりとかね、いろんな運動をしますが、あれは最初の段階の泣くところから手足を動かすっていうフェーズになっていきます。これも体の機能が関係していて、手足を浮かした状態で動かすと、実は体幹部分に勝手に刺激が入って鍛えられていくというメカニズムになっています。そしてその次に行うのが寝返りを打っていって、背骨のねじる柔軟性をつけて、そこから手をついて胸を反らす、背骨の前腕といって腰の反りを作るという順番になります。でそこから体幹部に刺激が入って、手や膝の負担をお腹で受け止めて、四つ倍の状態からハイハイに移行するという流れで、実は全ての動きに意味があり、その動きが背骨の本来の正しい S 字の湾曲だったり体幹部の強さを作っています。そして問題なのは、どうしても日本の住宅環境の問題で机やすぐに捕まり立ちができるところがありますから、ハイハイをする期間が極端に短いんですね。そうなると手足からかかってきた負担をお腹で受け止める体幹トレーニングの期間が短い。これもフィットネスクラブとかテレビとかでよく見ますよね。プランクという種目、まさに赤ちゃんの発育発達の動きから実は大人の運動っていうのも生まれています。で本来ならばこのハイハイの期間でしっかり体幹と股関節のエクササイズをすることによって安定してきたから、今度は足をついて立ち上がるという動作に移っていきます。そして最後に歩行が待っているんですが、このハイハイのフェーズを飛ばしてしまった方は非常に体幹周り使い方が弱くなっていますので、今日行っていくエクササイズとしては、寝転んだ状態から呼吸をして手足を動かして、そこからねじりを加えて背中を反らし、そこから四つ倍に移り立ち上がっていくという流れになっていきます。まさに発育発達の順番でエクササイズを構成することによって、小さなお子さんからご高齢の方まで体に本来必要な動きをマスターすることができます。ぜひ一緒に頑張りましょう。まず体幹機能が使えているかのチェックからいきます。四つ倍のポジション、膝を股関節の下、手は肩の真下に置きます。この状態で左手と右の足を伸ばしましょう。ここでステップ1キープできますか？レベルアップステップ2、どこまでできるか探してくださいね。はい、いけそうな方はそのまま。最後ステップ3は足先を浮かす。これでバランスが取れる方は非常に優秀です。反対側行きましょう。ステップ1は手と足対角線上に伸ばすだけ。ここで胸や骨盤がぐらつかなければ OK。次のステップ2は手足を浮かす。いけました？まだいけそうな方は地面についているつま先アップ。これでキープできる方はかなり優秀です。ご自身やご家族、特にお子さんにもね、やらせてあげてください。それではここから動いていきましょう。エクササイズ後は今のチェックがやりやすくなっているはずです。
準備するものはバスタオル、頭の後ろにタオルを置いた状態で、顎が上がったり首が反らないようにしっかりと顎を引いて、首の後ろが地面と平行、きれいな首筋を保ち、足を腰幅にします。深呼吸をしましょう。鼻から息を吸って、ゆっくり口から吐いて。まずこの呼吸が一番大事。腰の隙間は手のひら1枚、へそが膨らまないように、前に針があると思ってぶっ刺さらないように吸いましょう。胸を膨らます胸式呼吸、まずはこれだけ。スタートです。はい、深くしっかり吸って、ゆっくり吐き切る。長く吸って、目いっぱい吐く。赤ちゃんは泣くことによって体幹や呼吸筋鍛えてますが、僕たちはしっかり呼吸を深めること、そして胸式呼吸をすることで体幹部を強化できます。苦しいけど頑張って吸う。腰の隙間は手のひら1枚変えない。吐く息はため息つくように腹の底から吐き切ってください。この呼吸がまず一番大切ですよ。頑張って頑張って。下腹薄く。OK。お腹に力が入ったらこのまま手足を持ち上げます。赤ちゃんもこうやって手足を上げてますよね。この状態でキープです。はい。余裕がある人は手足を少し遠ざける。そう、対角線上に上げ下げ。この時もお腹が抜けないように、へその前にはぶっとい針があると思ってぶっ刺さらないように気をつけて。薄いお腹。これね、気を抜くとね、手足どっちだったか分かんなくなるんでね、同じ手足が動かないように対角線上に手足を上げ下げ。余裕がある人は遠く遠くへ伸ばします。はい。どうでしょうか。お腹に力が入ったらバッチリ。きつい。はいです。でこのまま足をねじって、はい、膝を押さえてこのまま深くツイストしていきます。寝返りを打つような動作の時に必要。胸の前がちゃんとねじれる。目いっぱい呼吸して吸って吐く、吸って吐く。はい、各ポジションですね。自分の苦手なステップは覚えておいてくださいね。これは膝が浮かないように、できたら手とか肘がつくぐらい柔軟性があったらバッチリ。特にねじる動き苦手な方は腰痛肩こり出ますからね、しっかりとねじれるようにしておきましょう。深く吸ってゆっくり吐く、長く吸って吐く。最後 OK。 反対側いきます。はい、膝が浮かないように気をつけて、この状態でしっかりツイストをしていきます。はい、ねじる、戻す、ねじる、戻す。はい、こうやって考えると面白いですね。赤ちゃんの動きって全部背骨の動きを出したりとか体幹機能を鍛えること、もう全てがね合理的な、計算された動きになってます。そういった動きから自分の動きどのフェーズが苦手なのかしっかり確認してください。例えばねじる動き、これが苦手だったらばこれをたくさんしなきゃいけないし、この後する四つ倍が苦手な人は四つ倍の種目たくさんしないといけません。自分に合った種目を選んでくださいね。背骨のねじる動作、体幹部の強化にもつながります。 OK。 今度は背骨丸める動きです。足を伸ばして、はい、このまま手を前に伸ばしたらロールアップ、ゆっくり起き上がっていきます。これで背骨が柔らかければあんまり力使わずに起きれます。寝転ぶ時も一個一個背骨が地面に降りていきます。バターンって倒れちゃう人はこれ背骨固まっている証拠。下腹薄く薄く背骨を均等に丸めて、はい、息吸って吐きながら一個一個背骨を地面に柔らかく下げていきます。はい、しなやかに。ちょうどねシールが剥がれていくかのように背骨が一個一個地面から剥がれて、降りるときは背骨下から一個一個地面についていきます。はい、しっかりとロールアップロールダウンできるところまで。はい、 OK。 今度プランクの種目です。はい、最初肘をついてください。肘痛い人はタオルとか置いて腰を丸めて後傾、お腹に力。このままキープでもいいですし、余裕がある人はこのままゆっくり振る。膝を振ってお腹周りに力を入れます。
入ってますか？これね、腰が反ると効果がね、半減というか逆に腰痛の原因。しっかりとお腹縮めて丸めて腹筋に力入れましょう。お腹の力抜かないで頑張って。きつい時は休憩していいですよ。ここら辺がね苦手な人はやはり四つ倍やハイハイ小さい時にやってなかったかもしれませんね。はい、いいです。今度この動きから四つ倍のさっきやった動き、手足を伸ばした状態、お腹ぶれないようにアップ&ダウン。目いっぱい呼吸して吐いて吸って吐いて吸って。これもですね、手足がなんかいろんな方向に行きやすい方、これ NG です。必ずまっすぐ上げ下げ。体幹がぶれなければちゃんと手足をまっすぐ動かせますね。どうですか？お腹効いてますか？体幹部の筋肉が喜んでいますか？顎引いてもう一息。いきますよ。吸って吐く、吸って吐く。お腹に力、頑張って、もう一息。 OK。 ちょっと休憩。女性は腕しんどいと思うんで、そういう時はお休みしながらでいいですよ。昨日の自分よりも1ミリずつ成長していきましょう。手足を上げてへそと胸がしっかり下向いたまま。これでね、胸があっちゃこっちゃこうグラグラグラってする方はかなり体幹弱ってますよ。苦手な人ほど、頑張っていきましょう。でこれがどうしても難しいっていう時は1個前のプランクに戻す、もしくは、1個目の呼吸でいいです。呼吸も十分ね、効果ありますからね。まだいけるまだいける。で今日は動画一番最後終わってからですね、こういったエクササイズ、効果を高めるツールご紹介しますから、ぜひ最後までご覧ください。いいです。そしてここから膝立ちや起き上がる動きに入っていくわけですから、この股関節の動きやってみましょうか。この股関節からしっかり立ち上がるような動作、どうですか？赤ちゃんの動きって面白いですよね。こうやって寝転んだ状態から寝返りを打って、そして反らしていったりねじったり、こういう股関節の動きが入ったり、いろんな動きが入ってきます。その中で少しずつね、背骨が柔らかくなったり、体幹機能を獲得していくわけですね。しっかり動いてますか？よいしょ。目いっぱい呼吸して吸って吐いて吸って吐いて。まだいけますよ。しっかりと胸張ってきれいな背中。いいです。ここから立ち上がるっていう動作にね、移って成長していくわけですが、今日はねこのまま小さくスクワット。きついですよ。よし。これめちゃめちゃきついんでね、前の足の太ももやお尻、できたらお尻とかねもも裏ら辺が一番効いててほしいですね。太ももふくらはぎは2番3番ぐらいの感じです。一番効くのはお腹やお尻。どうしてもきついっていう時は膝ついてぎゅーっと前、付け根のストレッチになっても OK です。よいしょ。こんな感じでね、腕とか振っていったりするとかなりしんどいですけど、歩く動きにもつながってきます。こんな赤ちゃんはいませんけどね。よっしゃー。しんどい、これ壁とかね支え使ってくださいね。このままキープでも全然いいですよ。これでバランス取るだけでも十分。このヒップ、お尻と太もも、こういったところをしっかり使っていきます。お腹にも力が入ります。でバランス取れるよって方は歩くような感じ。よいしょ。きつい。これねしんどいなっていう時はついて休むと。これね自分のね感覚でいいです。毎日ちょっとずつやりながら、最初10秒やったけど次の日は15秒できたとか、ちょっとずつ成長していきましょう。足腰のトレーニングになってます。もう一息もう一息。ラスト。どうでしょうか？自分の苦手な動きはありませんでしたか？苦手なやつをたくさんやってもらうと、それだけ体が良くなっていきます。
こういった専門知識を分かりやすく解説しているオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit、概要欄の方に貼っています。今だけ1週間無料体験ができますから、その中では皆さんのご質問にも回答しています。ぜひご参加をお待ちしています。そして今日の動画いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。はい、最後はおまけです。これはね、小さいお子さんから大人まで必ずやってもらいたい種目なんですが、100均とかに売ってる風船、これをですね、膨らますだけ。これですね、実はいろんな体勢で膨らますことが大切で、普通に座ってふーって膨らませる方は、さっきやったこういった四つ倍のポジションで膨らましてもらったり、もしくは慣れてくると、このように寝転んで伸びをしながら呼吸をしたり、さらには逆立ちしながら膨らましたり、いろんなパターンがありますから、自分の苦手な体勢、特にね普段猫背の人は丸まってると膨らませるけど、伸びをしながらすると全然膨らまないって方はめちゃめちゃ多いので、自分の苦手な姿勢で膨らますようにやってみてください。ちょっとやってみますね。はい。という感じでですね、ちょっと逆立ちはやりすぎましたけど、皆さんね、四つ倍とか寝転んで伸びをしながら、座ったまま伸びをしながらでもいいです。こんな体勢でね。はい。いろんな体勢で風船膨らますのを試してみてください。最後までありがとうございました。